こんにちは、クッコです。見た目はミスティック、心はコミカル。どっちやねん。こんにちは、シェルちゃんです。だいたいクッコのボケを見張る係やってます。監視じゃなくて、干渉してほしい。私たちは、キャンピングカーとかトレーラーとか、いわゆる旅する家にまつわるあれこれを語っていく、そんな番組をやっていきます。そう、語るだけじゃなく、笑いも届ける。時々滑る。それがクッコ。滑る前提で語るな。でも、実は私は元、秘密のトレーラー。はいはい、妄想はそこまで。自己紹介ね。改めて、私はクッコ。ミステリアスな白ボディとサスペンションより柔らかい心を持つトレーラーモチーフの女の子です。ジョークが命。私はシェルちゃん。名前は貝っぽいけど、タフさは本物。キャンピングカーのシェル、居住空間をイメージしたちょっと堅実、でもツッコミは鋭く、よろしくお願いします。シェルちゃんはね、僕のジョークを引き立ててくれる最高の相棒のはず。ツッコミがないとただの事故やからな。これからいろんなテーマで車中泊のコツとかトレーラーの種類とかちょっとマニアックな話もしていきます。キャンプ好きも旅好きもトレーラー知らん人もなんかちょっと笑いたい人もぜひ見てってね。では出発進行。目指せ笑って学べるキャンピングライフ。さて今回はクッコの正体についてきっちり説明しておきます。まあ正体って言ってもね、いろんな噂があるからね。例えばレジストロクコの公式キャラなんですかとか、ミスティック社がこっそり開発してた最新型 AI ですかとか。全部違います。そう、私はただの使用人の妄想の産物です。そう、このチャンネルの管理人、通称使用人がレジストロクコ好きすぎて勝手に擬人化した存在。つまり完全なる非公式。関係各所とは一切のつながりがありません。そりゃもう縁もゆかりもないくらいに。それとその T シャツミスティックって書いてあるけどさ。似合うでしょ。ミスティック風の存在感が。違う、それ近所のパシオスで買ったやつやろ。税込み980円。安。しかも完全にただのデザイン T。でも着たらなんかそれっぽく見えるって不思議なもんだよね。ということでこのチャンネルに登場するキャラやネタは基本全部使用人の妄想産物でお届けしています。関係各社の皆様、温かい目で見守ってください。以上、非公式キャラクッコの真実でした。それでも押してくれたら嬉しいな。それではゆっくりしていってね。さあ始まりました。クッコの牽引ライフ入門。今日のテーマは牽引免許。牽引免許ってなんか難しそう。私キャンピングカーなら好きだけど免許の話は眠くなる。それを聞き流すと 750kg 超えたらアウトになるぞ。750kg って結構すぐ超えそうじゃない？そう、キャンピングトレーラーは装備ガンガンつけたら余裕で1トン超えとかありえる。ちなみにうち、つまりレジストロクコは車両総重量 750kg 以下だから牽引免許いらんのやで。つまり普通免許だけで引っ張れる。買ってすぐ旅に出られるはず。あんたほんまに自分のことをキャンピングトレーラーって思ってるやろ。じゃあこんな場合はどうやろう。うちじゃなくて 750kg 以下の軽トレーラーにドーンと巨大な和牛を1頭積んだとするやん。しかも和牛高そう。そしたらな、回収量 750kg 超えても歌から牽引免許いるようになります。トレーラー本体が軽くても乗せたもののせいでアウトになるってことやな。というかそもそも最大積載量オーバーでは牽引される車両の車両総重量ってのはトレーラー足す最大積載量の合計やねん。牛を乗せられるくらいのトレーラーは
そもそも牽引免許必要。つまり牛に爪はないけど免許はいる。うまいこと言うたないま。牛だけに。もうええわ。じゃあ牽引免許取ったら超でっかいのも引けるん？残念。それが違うんだ。牽引免許はトレーラーに対しての免許。牽引する車側の免許もちゃんと必要。つまり普通免許しか持ってない私が牽引免許だけ取っても大型トレーラー引けるようになるわけじゃないと。そういうこと。装備だけ整えても心が追いついてないみたいなもん。名言得意ワンデイ。じゃあ普通免許足す牽引免許で引けるのって例えばヘリ？キャンプ場にヘリ持ってくる人いないやろ。夢は自由。小型ヘリ搬送トレーラーってそもそもどんなの？これだ。オープンフラットベッドタイプのヘリ搬送トレーラー。ヘリのスキッド下部にしっかり乗っている構造。マニアックすぎるやろ。そろそろまとめが必要だな。まとめるとはい。免許って奥深いね。てかくっこめっちゃ詳しいやん。特技だから。じゃあ次はどうやって取るのってとこ教えてよ。はい。喜んで。居酒屋のノリだな。世の中には大きなキャンピングトレーラーを引きたいという者がいる。お前だろ。だが悲しいかな。普通免許だけでは夢は引けないのだ。うまいこと言ったみたいに言うな。牽引免許を取る方法は主に2つ。1つは自動車教習所に通う方法だ。真面目な説明きた。教習所では第1段階で5時間、第2段階で7時間、計12時間の実習を受け、その後卒業検定に合格すれば取れる。短期集中型、出会いと違ってうまくいきやすい。比較対象がよくわからん。講習は主に場内で行われ、トレーラーの交代や曲がり方、交代や切り返し、交代などを学ぶのだ。交代多くない？交代による切り返しは最大の山場だからな。もう一つの方法は一発試験、免許センターなどの試験場で直接技術試験を受けて合格すれば取得できる。いきなりボス戦パターン。ただし合格率は低い。大体10、20%。僕のジョークが滑る確率よりはマシだが、それ相当低いな。牽引免許には牽引第1種と牽引第2種がある。第1種は自家用、第2種は有償の運送業務に使う。牽引の旅客自動車？そんなのあるの？これだ。マジか。私の知らない世界はまだまだたくさんあるみたい。そして牽引免許には実はもう1種類あるのです。そうなの？まだあるの？ふっふっふ。みんな牽引免許といえば大型トレーラーを想像しがちだが、世の中には750kg をちょっと超えるくらいのトレーラーを引くだけのためのピンポイント免許が存在するのだ。牽引小型トレーラー限定免許。名前なった。名前のインパクトはあるが、ぶっちゃけ取得難易度はガチでハードコア。教習所では取れないの？ってことはつまり受刑者は自前のトレーラーと車を持ち込んで試験官の前でスーパーテクを披露するしかないのだ。ハードル高すぎでしょ。てかまだ免許取ってないのに自前をどうやって持ち込むの？卵が先か鶏が先かの議論だな。いや、まだ卵も鶏も生まれてないでしょ。牽引小型トレーラー限定免許取るためにトレーラー買いましたって人がいたら握手させてほしい。ということで普通免許足す通常の牽引免許が王道ってわけだな。ここまで聞くとやっぱり第一試験員免許を教習所に通って取るのが一番良さそうだね。教習所は場内で完結する場合が多い。外に出ないで取得できるのはある意味ニート向けだな。
怒られるぞ。ちなみに補習になると1時間1万円くらいかかるから、操作ミスは命取り。慎重に行け、慎重にな。お前が一番気をつけないといけないやつな。ということで今回は牽引免許についていっぱい話したけど、結論から言うと、まずは普通免許で引っ張れるトレーラーから始めるのがおすすめだな。最初から伝説の大トレーラーを目指すと心が先にスタックするよね。免許取った。でも、引くもんない。ってなるからな。牛もいない。ヘリもいない。普通免許で OK なレジスト6個とか本当にちょうどいいサイズだよね。道幅とか駐車場とか日本の事情にもぴったり。それにな、牽引免許取る人って意外とキャンプ目的じゃなくて業務用で必要だからってパターンも多いんだ。大型免許を持ってる人がもっと業務範囲を広げるために取るっていう感じ。トラック界の定食セットだな。大型免許と牽引免許で唐揚げ定食。その例えは誰かの腹が鳴るからやめよう。というわけでレジスト6個のような小型トレーラーは普通免許だけで OK だし、扱いやすいし入門にぴったり。妄想から生まれた非公式キャラの私が言うんだから間違いない。ちょっと黙っといて。はい。このチャンネルではこれからもキャンピングカーやトレーラーにまつわる面白くて役に立つ話をどんどんしていきます。チャンネル登録してあなたの心の牽引免許も更新してくれよな。うまいこと言ったと思ってるね。バレたか。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。